今日は仕事運や人生を表す運命線の説明をしていきます。運命線にはその人の社会的な成長度など人生そのものが出ると言われています。運命線からは一生に影響を及ぼすもの、例えば仕事運や結婚運家庭運などを読み取ることができます。目標達成に向けて努力できる意志の強さや現状の満足度なども見ることができるので、その人がどんな人で今どんな状態にあるのかを知ることができる興味深い線です。手首の方から中指の付け根に向かって伸びている手のひらの中央あたりに出ている縦線です。手首の方とはいうものの、手のひらのど真ん中から急に出ている人もいれば、親指の下の膨らみ部分から伸びている人や生命線を起点としている人など、出方は人それぞれです。運命線の長さ。長い運命線や濃い運命線。長い運命線や濃い運命線を持つ人は責任感が強く、今風に言うと責務を全うできる人です。反面、ワンマン頑固者であることも多く、周囲の人は気をもんでいるかもしれません。仲間たちへの積極的な気配りが開運への近道と言えるので、我が道を行くのもいいのですが、周りの意見にも耳を傾けていきましょう。短い運命線や薄い運命線。線が短い薄い手相は悪い意味なのではと思われがちです。運命線が短い人や薄い人に対して意志が弱いとか責任感がないなどと言いたい放題の占い師を見たことがありますが、決してそんなことはありません。私の経験上、運命線が短い人は短期決戦に強い人が多かったです。また、運命線が薄い人は現状に満足していない人と捉えることができ、それは人生まだまだ伸びしろがあるとも言えます。曲がっている運命線。曲がっている運命線、もしくはまっすぐではなく波打っているような運命線を持つ人は、興味があっちこっちに行きがちな人だったりします。でもそれは悪いことではありません。いろんなことに関心を持ってこれだと思えるものを見つけましょう。その後努力を重ねることでしっかりした運命線に変わってくることでしょう。斜めに伸びている運命線。運命線というのは多少斜めに伸びているものなので、特に気にする必要はありません。親指の膨らみ部分から中指の下に向かって伸びている人はスタミナがあり無理の利く人、小指側の手首の上の膨らみ部分から中指の下に向かって伸びている人は想像力を生かした仕事で大成すると言われています。途切れている運命線。途切れている運命線を持つ人は転職や引っ越しなど変化の多い人生を送ると言われています。運が悪いとか屈折の多い生涯を送るなどと不吉なことを言う占い師もいるようですが、気にしないようにしましょう。変化に富んだ人生は平坦な人生より素敵です。何か大変なことがあっても神からの課題と思ってこなしていきましょう。枝分かれしている運命線の見方。運命線が支点手首の方で枝分かれしている手相を持つ人は家族やご先祖様に支えられている人です。運命線が終点中指の付け根の方で枝分かれしている手相は人生の後半戦でなんだか幸せな出来事が待ち構えている兆しです。今それほどいいことがないという日常を送っている方で枝分かれしている方は自分は大器晩成系と自信を持って生きていきましょう。運命線が2本ある。運命線は仕事線とも呼ばれ、仕事の状況を示していたりします。故に運命線が2本複数ある人は、今流行りの副業が向いている人と言えます。はっきりした運命線が2本以上出ている人は、複数の事業で成功を収めるやり手です。思い切っていろいろなことにチャレンジしていきましょう。失敗してもどれか一つは当たります。ちなみに
薄いもしくは短い縦線が運命線に沿って現れている場合、それはサポート線と呼ばれるものです。周囲に強い味方がいる証拠です。その方を大事にしましょう。運命線がない。そして、ここまで運命線についていろいろと講釈を垂れておいてなんですが、世の中には運命線が全くないという人が稀に存在します。そのような手相を持つ人は、今をエンジョイし、あまり深く物事を考えない人とされています。この現状謳歌タイプの人の精神状態はいつだってお花畑のため、あれこれと悩みを抱えがちな努力家よりも、実は幸せなのかもしれません。何事も捉え方次第ですね。次にあるとラッキーな運命線。超ラッキーな運命線。天下を取れる強運、天下筋。手首近くから何も遮るものがなく、一直線に伸びている運命線は、天下筋や天下取りの層と呼ばれるほど強運。運命線の中でも最高の強運線と言えます。ただし天下が取れるのではなく、天下を手にする運を持っているということなので、ふさわしい生き方をした時にだけ運勢が稼働するとも言われています。この天下筋が手のひらに現れると、会社の中で働くよりも起業して人を使う方が向いています。しかし、この層はエネルギーが強いことから自我が強いワンマンタイプ、その点は注意です。2倍良くなる二重運命線。中指の下からくっきりとした2本の運命線があれば、仕事運や社会運がさらに良くなる W のパワーを持っている現れ。自分の力で成功への道を着実に進んでいくことのできる強運家にあるため、流れに任せていても自然に良い方向へと進んでいきます。また、2つのことを同時にこなせる二足のわらじが可能。本業をやりながら副業も成功させるなど、一つのことに注力しながらも、新たな展開を求めることも可能という器用な一面があります。2つを同時に進めても心配いりません。バランスの取れたラッキー線、M 線。基本の4線、生命線、感情線、知能線、運命線が結びついて綺麗な M の文字を作っている手相。強い生命力、素晴らしい頭脳、安定した感情、成功をつかむ強さをバランスよく持っていることから、総合的な強運を授けられたということ。努力家でもあり、他人からの援助も受けることができるため、自分を信じて道を進んでいくことで望む自分になれる、とてもラッキーなそうです。流年と呼ばれる年齢の目安で、いつ頃変化や転機が訪れるのかを予測することができます。流年の最長を90歳にしているのは、日本人の平均寿命からの設定です。手首の位置から中指の付け根、下から上に年齢が進み、目安としては、知能線と交わる点を35歳、感情線と重なる点を50歳くらいと読みます。ちょうど知能線と交差するあたりが切れています。それは、35歳前後で仕事を退職したり、次へのステップのために表舞台から一時的に引っ込むなど、社会運に変化が起こる意味です。ただ、その上部分に運命線が続いていることから、新たなフィールで活躍する可能性を示しています。感情線を超えていることで、50歳を過ぎても運気は上昇し続ける充実することを表しています。以上で今回の動画を終了します。最後までご視聴ありがとうございました。この動画は誰でも1週間で手相鑑定できるように、無駄な情報をなくして必要な箇所を抜粋して動画にしております。この動画が少しでも皆様のためになったならチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。手相鑑定とイラスト作成は概要欄から行えます。またインスタのフォローされている方は無料で抽選で鑑定を行ってますので、そちらの方も合わせてお願いします。以上で今回の動画を終了します。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画は誰でも1週間で手相鑑定できるように、無駄な情報をなくして必要な箇所を抜粋して動画にしております。この動画が少しでも皆様のためになったならチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。手相鑑定とイラスト作成は概要欄から行えます。またインスタのフォローされている方は無料で抽選で鑑定を行ってますので、そちらの方も合わせてお願いします。